皆さんこんにちは。今回は奥多摩に来ました。奥多摩は東京にいながら本格的な自然を満喫できる人気の観光地です。奥多摩の大自然をたっぷり堪能しながら絶景やグルメを楽しんでいきたいと思うので、今日もぜひ最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。じゃあ行ってきます。はい、麦山の浮き橋に来ました。水が綺麗。エメラルドグリーンじゃない？ね、浮き橋だからね、橋が高くないから水の目の前で見える。ねえ。見れんのかな？どうだろうね。水結構好きだね。本当だ。浮き橋揺れます。気をつけて渡ってください。すごくない？奥多摩湖にはね、2つの有名な浮き橋があって、ここをね、通称ドラム缶橋って言われてます。今はこんな感じのポリエチレンとか発泡スチロールの上に板を引いて橋として成り立ってるんだけど、昔はね、本当にドラム缶を使ってたみたい。結構揺れる。なんかさ、平行感覚がなくならない？水もさ、すごいもう触れる位置にあるんだよね。湖のね、真上を歩いてるみたいですごい不思議な感覚。結構揺れるからスリルを味わえる感じ。面白い。見てよ、もう奥までずっと続いてるの。結構さ、平日とかだと人も少ないから穴場スポットかも。風の強さ測るよね。風速わかるよこれ。めっちゃ気持ちいいね。見てこの大自然。東京とは思えないよね。手を落とさない。これは売り切れだね。いただきます。きのこの風味がね、口の中でじゅわって広がる。お米のね、炊き加減が絶妙でちょうどいいもちもち具合。水炊きをいただきます。白菜とかネギとか野菜がたっぷり入ってて、鶏肉のお出汁の風味もね、しっかり感じる。レモンをね、ちょっと絞ってみるとレモンの香りがお出汁とよく合ってさっぱりしてね、美味しい。釜飯ももつ炊きも釜で提供されるから、ずっとあったかいまま食べられるのも嬉しい。刺身こんにゃくはね、奥多摩の名産品の一つで、わさび入りと柚子入りの2種類。それぞれの風味をね、しっかり感じられて美味しい。
適度にコシがあって刻み海苔の風味も感じて美味しい。とろろを入れた漬けだれにそばがよく絡んで喉越しも抜群。山とかさ、お水が美味しいところってお蕎麦も美味しいイメージある。そばには水が大事とかね。なんかわさびも結構美味しい。奥多摩って日本最大わさび聖地。わさびの聖地。なんかね、あんまりツーンとしないっていうか、深みがある感じ。ゆでまんじゅう。すごいね、あんこの量。皮がもっちもちだね。釜飯の溶かし技術が生かされたまんじゅうって感じ。ごちそうさまでした。はい、奥多摩湖に着きました。奥多摩をね、代表する観光スポットなので、ここは外せない場所です。でこの奥多摩湖は正式名称を小河内貯水池って言って、多摩川上流部を小河内ダムっていうダムでせき止められて作られた人工の湖です。東京都民が使う水の約2割を供給しているみたいです。なのでね、感謝の気持ちを持ちながら散策したいと思います。でこの橋のこっち側は奥多摩湖の綺麗な湖が見えて、こっちがダム貯水池が見えます。すごい断崖絶壁。やっぱダムって生で見ると迫力あるね。展望台。展望室。さっきの橋の上よりも展望台からの方が見やすいかも。ダムのディオラマだ。この辺でさ、動物出るんだって。このウサギとか、ニホンカモシカとか。あ、見て。人間日時計。自分のあれか影で時間をやってみよう。今ね、ぴったり12時。ちょっと微妙にずれてるけど。はい、白丸駅に来ました。奥多摩駅の一つ前の駅です。ここ白丸駅は東京一の秘境駅っていう風に言われています。渓谷に囲まれたロケーションもそうだし、何より東京都内の JR の駅で一番乗降者数が少ない駅と言われているんです。しました。秘境駅感がすごいわ。トンネルを出てすぐのところに駅があって、いかにもね、山あいの集落のために作られた駅っていう感じがします。この駅名標もね、ちょっとレトロで可愛い。あ、駅ごとにキャラクターがあるんだ。ここ白丸は獅子舞みたいです。この白い丸い建物は待合室みたいです。あれかな、白丸駅だから白い丸い建物かな。
でね、びっくりするのがこの駅のホームと民家がね直結しているんです。出口間違えると人の家の敷地に入っちゃうことになるので、ちょっと注意が必要です。時刻表、だいたい1時間に1、2本かな。中にしては多いけどね。一番乗降客数が少ないのに1時間に2本も来るってすごくね。鉄道マニアの人とかはね、ここで写真撮ったりするらしいね。はい、奥多摩湖にある有名な廃墟、奥多摩湖ロープウェイ跡地に行ってみたいと思います。このね、なんか茂みを登ったとこにあるらしいんだけど、入りからすごい草が生い茂ってて行きにくそう。まあそれは整備してないですよね。だって廃墟なんだから。行ってみようか。安全なんか全く考慮されてない。右上に建物らしきものは見えてきてる。本当だ。すごい道だね、それにしても。もともとはそれ営業してた時はちゃんと整備してたでしょ。すごい。もうちょっと見えてるんだけど。ロープウェイ。はい、奥多摩の有名な廃墟、奥多摩湖ロープウェイ跡地に着きました。こんな感じ。廃墟マニアの間では結構有名らしくって、なんかびっくりした。葉っぱが落ちてきた。なんか心霊スポットとしても結構紹介されてるらしい。ちょっと勇気を出して行ってみます。うわー、すっごいね。もう壁とかもボロボロに破れてる。こっちはね、トイレだね。なんか天井とかも崩れ落ちてきそうだからちょっと怖いんだけど。だね。洗面台とかももう落ちてるね、これ。あ、ガラス気をつけてね、下。ここが多分さ、ロープウェイのチケット売り場だったんだね。これカウンターだもんね。ね。うん。で、これが、あれか、改札か。じゃあ、待合室なかったのか、じゃあ。ここで駅員さんが切符拝見してたのかな。見て。どうやったら開くんだろう。老朽化でなんか廃墟ってさ、なんでこんな落書きがいっぱいあるんだろうね。まあ、支度なんじゃない？ちょっと不良の巣窟になってるのかもね。あったあった、ロープウェイ。思ったより綺麗に保存されてるね。うん。これ水戸山口っていう駅なんだけど、手書きの看板がある。手書きだね、確かに。このロープウェイはね、昭和37年に開業してたった4年で廃業になったロープウェイらしいよ。開業当時はその湖を横断できる唯一のロープウェイっていうのと、東京オリンピックがあったからすごい繁盛してたらしい。で、廃業したそのままの状態で60年以上放置されてるみたいです。半世紀、それがそのまま残ってるってすごいよね。どう？おもろい感じはないけどね。なんか動きそうで怖いんだけど。めっちゃ不思議な感覚だった今。あ、心臓ワクワクしてる。確かに動きそうなのいいよ。急に動き出しそうで怖いよね。でもさ、ここからちょっとさ、奥多摩湖、湖も見えて、景色はちょっといいんだよね。この絶景と廃墟のコントラストがすごい不思議な感じ。これ機械室かな？入ってみる？この階段登ってみる？これは怖い。これは怖い。昼なのにこんなに暗い。全部開いちゃってるもんね。ここであれだね、ロープ動かしてたんだね。電線もむき出しになってる。これはさ、時間とともに建物が老化してっちゃったのか、誰かがこう意図的にやったのかわかんないね。
あ、でも60年放置したらこうなるんじゃないの？まあそうだね。それにしてもさ、こんなおどろおどろしい感じによくなるよね。はい、奥多摩湖ロープウェイ跡地見てきました。味わったことない雰囲気の廃墟だった。廃墟ね、好きな方はぜひ行ってみてください。かわいいじかわいい。はい、今ね、奥多摩の隣の青梅市っていうところにあるちょっとね、雰囲気のいい喫茶店に来てみました。いろいろね、注文したので、ちょっとゆっくり過ごそうと思います。はい、ということで今回は奥多摩に来てみました。奥多摩には今日行った場所以外にも有名な観光地がいくつもあって、例えば日原鍾乳洞。ここは東京都指定の天然記念物ですごいね、スケールが大きくて幻想的な景観を見ることができるのでおすすめです。奥多摩駅からのバスは本数がそんなに多くないので、事前にね、調べていくといいと思います。あとはね、鳩ノ巣渓谷。結構ね、険しい道なんだけど、壮大なこう湖と山の景色をね、見ることができるので、ここもとってもおすすめです。で、鳩ノ巣駅からも目の前なので、電車とかで行く場合はすごくアクセスもいい場所です。気になった方はぜひ行ってみてください。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。